見たら、そいつの横になんか知らんおじさんがいるわけ。そう。でも俺その見た瞬間に、やられたって思ったの。しまったと思って。いつものどうでもいい話なんだけど、この間さ、バイト先の、カップル、バイト先で付き合ってる子たちがいて、20代ぐらいの子で、そう。子たち2人と一緒にご飯に行ってきた。で、俺の方が、飯はどこでもいいですよ、なんて、待ち合わせの時ね、どこでもいいよって言って、で、向こうさんの方が、じゃあ池袋がいいですっていうわけ。で、なんかその時に、俺昔のこと思い出しちゃって。なんか今から5年ぐらい前かな、6年ぐらい前かな。まあまあ前なんだけど。俺がね、池袋で働いてた時があって、池袋のお掃除のバイトだったかな。何回やってたんだよね、そう。で、その時に池袋から家に帰る時に、歩いてたんだけど、だから、大学生ぐらいの男の子2人に声をかけられたわけ。もちろん、あれで男装だよ。俺も男子の状態だよ。だから男子2人が、男性に声かける感じ。で、すいませんって言われて、ちょっと、最近、東京に来たばっかりなんで、この辺りで美味しいラーメン屋さんとか知ってますかって言われた。で、聞かれたから、ラーメン屋かと思って、その辺歩きゃ、あれもあるし、あれもあるよ、あれもあるし、あれもあるし、この辺のね、ほら、池袋ってラーメン激戦区だから、たくさんあるよ、なんて話をして。だから、ありがとうございます、なんつって。で、どこから来たのなんて、いや、どこどこの田舎から来てて、そうなの大変だねって、いや、なんだかんだかで言って、ちょっとそこでちょこちょこってお話をしたわけ。で、なんか、向こうの方から、お兄さん面白いんで、よかったらなんか今度、ご飯とか一緒に行きませんみたいな。で、いつもだったら、なんだろうな。そういうのはお断りしてるというか、いや、大丈夫ですってなるんだけど、どこどこの地方から来た大学生2人だし、なんか今度よかったらおしゃべりしましょうっていうだけだったら、別にそういうのもあるみたいな。そういう出会いもありみたいな。で、一応私はストレートなんで、別に性目的はないよ。そうそう。普通に楽しくね、なんか若い子と、くっちゃべたら面白いだろうなと思って、で、いいよ、なんつって、で、それから何日かして、池袋のどこどこで待ち合わせをしましょうって言われて。で、今回、二人いた方の片っぽの友達は来れなかったんで、僕と、二人だけなんですけど、軽くご飯でもしましょうって言われて。別にいいよ、飯ぐらいやったら全然、俺が、バイト終わった後に行くよ、つって、行きました。で、そこに向かって歩いていったら、なんか遠くの方に、あいつだなーって、なんか向こうでわーって振ってるから、あいつだなーって思って見たら、そいつの横になんか知らんおじさんがいるわけ。そう。でも俺その見た瞬間に、やられたって思ったの。しまったと思って。そう。ね。で、でもしょうがない。もう待ち合わせしちゃったから、行こうと思って。で、こんばんは、つって。で、どうも、って。で、すみません。俺の言葉ね。俺が、そのお隣の方はどなたですかって聞いたの。なら向こうが、こちらの方は私の先輩ですって。何の先輩だろうって思いながら、先輩なんですね。ご飯行くだけですよね。そうです、ご飯に行くだけなんですが、先輩も一緒に行かせていただきますみたいな。と思って、どういうことと思って。知らんおじさんいると。で、その知らんおじさんもなんか、スーツ着てんだよ。スーツ着たおじさんも、よろしくお願いします、みたいな。何これと思って。何この状態と思って。そう。で、しょうがないと思って、そのまま、3人で中に入ったわけ。ファストフード店、マックだよね。そう、マックに入りました。で、マックに入って、一応ほら、注文するじゃんおのおのが。そう。で、俺はなんとかバーガーとなんとかでお願いします。で、もう一人おじさんも、じゃあ私はなんとかでお願いします。みたいな。で、その大学生は、僕水くださいっていうの。水と思って。お前お前さ、俺と一緒に飯食いに来たんじゃないのと思って。でも、僕は水だけでっていう。そうと思って。で、なんかよくわかんないけど、カウンターの席で、俺、大学生、おじさんで横並びに座ってんの。本当にわけわかんない空間なんだけど、もう、その時になってると、ちょっと俺も面白くなっちゃって。なんだこれと思って。で、ほら、周りにたくさん人もいるし、別にこのまま拉致されることはないじゃん。
なんかされることはないから、まあまあいいやと思って話を聞いてやろうと思って。うん。だからその大学生が、八谷さん何か最近悩み事とかないですかとか、なんか八谷さんなんか夢とかないですかとか、最近お金とか困ってないですかとか、もうとにかく健康ですかとか、とにかくね、俺を何かに悩んでる人間に仕立て上げたいんだろうね。何かに悩んでてほしいみたい。うん。だから、俺の悩みが何かないかっていうのをすごい聞いてくるわけ。うん。でも、なんだけど、もう、俺はさ、もうさ、なんとなく察しがついてるから、って思ってるから、もう全部、大丈夫な答えを言うのね。うん。例えば、最近仕事辛くないですかって聞かれたら、まあでも仕事っていうのはまあそういうもんだよね。とか、お金困ってませんかって、まあお金はまあ困ってないって言ったら嘘になるけど、でもまあ、まあある程度、まあ身の丈の分は稼げてるから別にいいかな。とか、なんか夢はありますかって、いや、夢か、いや別に普通に健康で生きてられればいいよ。みたいな。うん。健康ですかって聞かれたら、もう普通に健康だね。とか、とにかく、全部、大丈夫ですって。うん。言ってんの。なんかね、それをね、40分ぐらい ?40 分50分ぐらいかな。そう。いっぱいなんか悩みを引き出そうするんだけど。うん。その間、おじさんは黙ってんの。うん。でもそれでも、ほら、俺がさ、いい回答をなかなかしないから。うん。で、業を煮やしたみたいで。だから、その大学生が、いや、すいません、実は、って、そんな八谷さんにおすすめのものがありますって言うわけ。そんなってなんだよ、と思った。俺一個も悩んでないのに、そんな八谷さんにおすすめのものがありますって言うわけ。で、なんだろうと思って。そしたら、デレレレーンって出してきたのが、宗教の勧誘。うん。うん。いや、もうだと思った。うん、だと思った。うん。宗教か何がしかの、商品を売るのどっちかだなって、うん、思ったね。ああ、宗教かと思って、オッケーと思って。うん。ならなんか、八谷さん、この新聞を見てくださいって言うわけ。これ見てくださいって。何って言ったら、いや、この人は、ってなんかこの宗教に入ったおかげで、例えば癌が治ったとか、この宗教に入ったおかげで、なんか、今までなかったぐらい儲けることができたとか、とにかくその宗教新聞だよね。を、俺に見せてくれるわけ。うん。で、俺はもうさ、一切入る気ないから。うん。そういうの。だから、そうなんだねって、そうなんだね、へえ、そうなんだって言うわけ。で、要は、その連れてきた男性、おじさんの方は、もう宗教の人なのよ。そういう。うん。どこの宗教か言わないけど、そう。なので、要は宗教の人が、この若い子を使って宗教の勧誘をしてるらしいんだよね。うん。そう。ね。要は補助みたいな、解説みたいなやつ。だから、大学生が、いや、この宗教の、このなんとかさんっていう総帥の方は、こういうことをしました。で、そのおじさんが、ちなみにその総帥はなんとかで、みたいな、実況解説みたいなのがいるわけ。でもちょっと俺、おかしくなっちゃって。面白くなっちゃって。うん。だから、そうなんだって言って。って聞いて。で、この宗教の断り方とか、なんかそういう、マルチ商法とか、別にいいマルチもあるんだろうけど、良くないのももちろんあるじゃん。そう。だからそういうものの、自分がもしいらないって思った場合の、その断り方なんだけど、もちろんいらないって断るのもいい。なんだけど、俺はちょっと楽しくなっちゃったから、全部聞こうと思って、全部聞いたの。そうですか。ガンガンの音、すごいですね。とか、なんか水をこうね、力によって、その海の水を、なんか、モーゼみたいなのをブワーって分けたとかね。うん。すごいですね。全部聞いて、そうですかって聞いて。うん。で、どうですかって言われたから、いや、いらないですって。いらないですって断って。うん。なら、向こうも、いや、きっと八谷さんは分かってないから断るんですよって。うん、信じてないから断るんですよねって言われたわけ。だから、いや、信じてますって言って。いや、癌が治ったんですよねって。それは素晴らしいことです。ね、お金が儲かったんですよね。素晴らしいことです。夢が叶った方がいるんですよね。素晴らしいことです。うん。で、海がなんちゃらかんちゃらとかね、この世界を作り出したどうのこうのっていう方なんですよね。それは素晴らしいことです。うん。全部聞きます。全部、あなたの言ってることはきっと真実なのでしょう。素晴らしいと思います。だがしかし断る。そう。全部飲み込んで、でもいらないって言ったの。うん。したらもうやりようないじゃん、だって。うん。ね。別に否定してるわけじゃないから。うん。あなたの
の信じている宗教を僕は否定はしません、一切。うん。だけど、僕にはいらないって言ったの。うん。そう。って言って、別に拉致されることもなく、普通にファーってね、終わったんだけど、それでも、ブロックすぐ連絡先ブロックしたんだけど、そう。で、なんだろうな、海外の人にはもしかしたら伝わらないのかもしれないんだけど、日本ってね、宗教に入っている人あんまいないんだよね。うん。この辺のその宗教っていう言葉の違いが多分もしかしたらあるのかもしれない。うん。宗教がないっていうと、お前は信じる神がいないのかかわいそうに。みたいな風に、なると思うの。うん。なると思うんだけど、そうじゃなくって。うん。多分日本人だったらみんなうんうんって言って聞いてくれると思うんだけど、日本はね、神様は別に一人じゃない扱いっていうのは基本スタイル、だと思うんだよね。日本の感覚だと、八百万の神が多分、一番多いのかな。例えば、トイレにはトイレの神様がいるじゃないけど、ここにはなんとかの神様。ここにはなんとかの神様。で、ここにはなんとかの神様。ここにはなんとかの神様。ここにはなんとかの神様っていう風に、どこにもいろんな神様がいるんだろうねっていう考え方なの。だからなんだろう、妖怪とかもそうじゃん。ほら、つくも神とか言うじゃん。そのほら、長く大事にして何百年経ったものには、なんか、魂が宿ってとかさ、神様がとかさ、言うじゃん。なんか多分、そういった八百万の神理論みたいなのがあるから、別にその神様とかっていう感覚は、あんまりないかなっていう感じ。でもさ、じゃあ、死んだらお経をあげるじゃん、みたいな。仏教で、むってやるじゃんって。やるんだけど、あれも別に、とりあえずだいや、ほんとだよ。なんとなくやってるみんな。もちろんそうじゃない人もいる。もちろんしっかりと私はなんとか教ですとか、なんとか教っていうのはいるけど、大勢、だいたい7、8割は多分、死んじゃったら、じゃあお坊さんにお葬式でなんかありがたいお経を唱えてもらおう。意味はわかんないけど、よろしく。終わったっていう感じ。これ俺間違ってないと思うよ。っていう人がね、多い。いろんな考え方があるねっていうだけのお話です。はい。といったわけで、はい、今日の動画は以上になります。はい。じゃあ、またねー。